きげんよごきげんよう。じゃそれ帰るって夢じゃないの？すぐ帰ること帰るはいやそんなことないやる気ままやでもう今日でも今回さらにゲストをどこあゲストやほんまや鱗の家グループ崎原さんをお招きしております。ようこそお越しください。よろしくお願いしますね。なんかこういう服似合うでしょなんか。すごい素敵です。どう一緒にすればいいでもう今年成人式じゃないですか。着替えてくるわ。あ着替えてきてしゅうまた帰ろうとしてるやん。今回は鱗の家のグループを紹介していただこうという内容で、鱗の家をまずは紹介していただこうと思っております。はい、ようこそ。鱗の意味は何でしょう。そうだ。じゃあ最初にまずクイズ。あクイズうわいきなり。この鱗の家ですね。鱗の家と呼ばれているでしょうか。実は正式な名前ではないです。はい。鱗の家というニックネームがついているでしょうか。なぜそういうのがついているでしょうか。鱗ですか。なんでなんでしょう。これを見たらみんな結構うろうろしてるから。ちょっと一つ多い。一つ多かったですね。すいません、いや惜しいのよ。壁が特徴的ですよね。そうですね。ヨーロッパにいる全体的にもね古城のような感じですね。鱗のように見えるからでしょうか。その通りです。ありがとうございます。なんやねん。ありがとうございます。最初から知ってたんちゃう？それ見ていただくと外壁を覆っているあれ天然の石なんですけども、天然のスレートが魚の鱗のように見えることから、なるほど。はい、近所の方から鱗さんと呼ばれていたことで、鱗の家というニックネームで今も。なるほど。でもそういえばそうわかりますね。なるほど。いやでもすごい素敵。石なんですね。石そういうこうやって塗装での技術でああいう風に出してるのかなと思ってたんですけど。中の方に石のスレートの見本があるんですけれども、釘打ちで一つ一つ。ヨーロッパで16世紀ぐらいに一度流行していて、その後19世紀にもう一度流行っているので、もしかすると神戸港開港が1868年なのでちょうど19世紀ですから、その第2回目のその流行の先取りだったのかもしれないですね。すごいね、しかしね。それでもなんかすごい綺麗ななんか皿で出来上がったばかりみたいな感じですね。でちょうど鱗の家と隣に展望ギャラリーがあるんですけれども、展望ギャラリーを見ていただいたら分かるように偉人館ではなくて弊社の方で美術館として建てたものなんですね。で天然の石ではないので全然外壁の色が違いますよね。で今日みたいに少しお天気が悪かったりとか、あと雨が当たると天然石の方は色が変わってとっても綺麗なんですけど、こちらの展望ギャラリーの方はもうそのまま、そんな楽しみ方もできます。面白い。ここで目の前にイノシシがいるんですけど、そういう何のあれですかイノシシどうしじゃですか。よく聞かれるんですけど、実は鱗の家の元々の敷地は階段の上まであったんです。でお客様はここは最初に公開された偉人館なんですけれども、ちょうど館に向かって右側の木の根元などで辺からお客様が入ってこられて、もうこうやって偉人館見て写真撮って終わりだったんですけど、それだったら全体が見えないということで、ここを後からお庭にして、でこれはオブジェとしてイタリアのフィレンツェの花市場のところにある幸せを運ぶコルシェリのイノシシのレプリカの方をこちらの方に持ってきます。幸せいっぱい運んでるんですね。そうです。なんかお金もみんなね掘ってますね。何よ願い事をしているんです。願い事ほんまに喜ぶみたいな。すごい素敵。お水触ってるのに。それでお花がピカピカねそうよピカピカになってね運がつくんですね。でもすごいほんまに花の色変わってるねみんな触ってるからですよ。面白い。これなんかすごい古い電話ボックスもありますね。これはねロンドンの市内にある電話ボックスを船に乗せて3ヶ月ぐらいかかって3ヶ月かかってそんなにすごいね面白いね。なんとなく懐かしい雰囲気もありますね。そうですね。イギリスは今も数はね携帯電話の普及で減ってるんですけれども、同じような電話ボックスが今もですね。なんかそれがないとねなんかねロンドンじゃないような考えですね。日本もあると素敵ですね。で以前は実際に公衆電話が中にあったんです。なるほど。けれども携帯電話の普及で弊社の方ももう使用頻度が上がって今はもう全く中には飾りの電
そしてね、これ見てでも外国人もね、よくいらっしゃると思うんですけど、日本人のためもなんかすごい、ここいいねっていうのが魅力のところありますか？まずは鱗の家に関しては外観ですね。外観の美しさ。それから中には名誉有名な窯のピックアップとかそういうものがたくさん設置されますので、女性の方は大変。ああでしょうね。はい中は入って、ね、見えるもんばかりですか？だからお茶飲んだりできる。お茶はね、こちらの方になるほど。ガーデンハウスで。ガーデンハウス。そしたらこれも飲んでこっちも見に行ってるのもそうです歴史も感じながら。それとですね、3階からですね、3階から神戸の街が一望できるので。なんか人今ね、すごいなんか望んでるみたいで、すごいよく。みんなすごい指さしてるんですね。綺麗綺麗言うてね。ね、なんか楽しんでるみたいですね。すごい。いやもういや早く行こう。そうですね。入っていやどういう中か。でもすごい勉強。もともと神戸の方ですか？ここで生まれてます。この家で生まれる。いや、そんなわけない。あらららら。素晴らしい。ね、だからね、吉本行けそうですね。行きましょう。では行きましょう。じゃあ吉本行く前に鱗の家。はい、ありがとうございます。いやー、すごいすごい。行きましょう。レッツゴー。わあ、すげえすごい。素敵すごい。めっちゃ綺麗。お引越しというか、ここで売れる際に買う上で日本持って出てくるので、もうこれは後から当時のこういう時代のものを設置して。いやもうすげえ。もうなんかすげえな。ハリーポッターの時代みたいな。ああ、すごいすごい。グランドファーザークロック最高。あ、でもすごい。1775年。すごいね。書いてるだけでいい。アメリカが独立した次の年。ああ、そうなんですか。1774。そう。あ、ごめん。1年さっき6だった。自分も忘れてる。そうや。1年さあと。すごい。いやもうすごい素敵。写真までいいですか？いいですよ、もちろん。ちょっとちょっとフェイスブックも宣伝しますわ。私が好きな動画。ロシアのエカテリーナ2世の贈り物として。めっちゃ綺麗。すごい素敵、本当に。めっちゃ綺麗。国宝なんですね。これがさ、ナチュラルな植物っていうところがドンキホーテ。根っことかついてる。ドンキホーテ。一枚全部これ素晴らしい。誰でも知ってる。細かいところそうですね。それはそうでしょうね。これはニュースだけど絶対使われてる。ちょっと使えはしないので、さすがにちょっと送られてみたいなので。なかなかいい感じや。すげえ。おお、すごい。パノラマ撮って今。あとでっていうそうですね。で、地震災の時も40%近くが使われているので、そういう時はまだ見せてるか、まあそうやって価値が上がっていくんでしょうね。まあね。そうですね。わあ、すごい。ああ、すげえ。サムライも入ってる。これがそうですね。天然の生徒で。面白い。これいいね。わあ、ほんまや、すげえな。これや。ほんまや。天然石の。大きいですよね。そうですね。こういう近くで見ると一番しっかり。で、これは実は皆さんの身近に使われてた。使われているモアの材料なんです。今は違うけど、これ実は黒板。ああ、はいはい。黒板とかすずり。は全部この同じだからね、はい。そうなんですか。これちょくちょくなことないけど、時々落ちるんですか。こういう。ルビーがしないです。それとメンテナンスしてるので。そうしたら。ですね。この代わりのものがもうないので、本来全体が鱗で囲われてるので、この西側だけ取っちゃってあるんですよ。
取ってそれをメンテナンス用にキープしてあって何かある時はそれを借りたり面白い、すごい。もうない手に入らないので、まあ、同じ時代のもので楽しいでもなんかそれずっとね大事にできるの最高ですね。いいですね。本当本デンマークの王室のアスエルですね。当。で、ああ、ぽいですね。そういうぽいですね。ね、これ足長いですよね。はい。ここに座ってここに足が届くっていう。そうあ、ほんまや。それね。そんなところに座るんですか？そう、これ後ろここ座るね。そうこそう。こは誰が座るんですか？ここはお客さんや王家の方が座って王家のそうそう。ね、操縦する。面白いね。でも一人乗りですね。そうですね。キチね、愛し合ってる二人ですね。そうですね。膝の上に乗ってもらう感じです。わあ、素左敵。の上に乗ってるか、ここの方との禁断の部分。ああ、身分の違う。なるほど。はい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 。いやー、想像が膨らみますね。ロイヤルストレートって書いてあるね。で、この窓から神戸の街が、まあ、ここは2階なんですけど、隣の展望ギャラリーに行くと3階から。三階、ああ、でもこれでも十分見ますね。ポートタワーも見えます。ほんまや。こうや海の向こうはもうあれですか。すげえすげえ。そうですね、見えてます。で、そういう気持ちをなんか思いながらまた散策すると随分人生の感覚も変わってくると思います。クリスマスは夜間営業やってます。ああ、また来よう。ロマンチックですね。ロマンチックですね。絶対そうですね。わあ、立派。どんどんそうやってね、若い方というかカップルが上がってくると、そうなんですよ。上がるときにいろんな発見があるじゃないですか。すごい大事だなと。でも時代的にはすごいいい音してるんですよ。今みんな何やそれと思うけど昔も最高の音してるんですよ。きっともううっとりしそう。最初の音が張り付ける。そこから綺麗に入るからもうその聞こえなくなるんですよ。もうすごい広がっていくんですよ。いいですね。素敵素敵。あれですね、神戸で最初ので録音やった録音に来たフランスですね。イギリス人の方が。なるほど。あ、まあね、面白いね。すごい。今でもあるんですね、そしたら。あります。ね。昔はそれこそ会員制もすごく厳しくて、はいなかなかプレイできなかったそうですけど。これはずっともう流れてるんですか？この音は。これは実はですね、手回しオルガンで、もうすぐイベントの時はお外に持って行って皆さんお客様が回せるように。いやでもなんかすごい。最高嬉しいわ。あ、見たい。ちなみに一番人気がこちらでございます。クッキーですか？シティループバスとか、ウロコの家とか、シャーロック・ホームズとか、ここにポルチェリーノもいます。それぞれの。いやー、めっちゃ素敵。すげえ。もういい。